ハロー、こんにちは、大家好、なるです。私は今、江ノ島で有名な藤沢というところに来ています。藤沢は神奈川県にある市の一つです。多分、鎌倉は有名なので聞いたことがある人も多いと思います。藤沢はその鎌倉の隣の市です。今日はその藤沢市にある江ノ島と鎌倉の方に遊びに行きたいと思います。今回は Airbnb で予約したお部屋に泊まっているんですが、すごい可愛らしいお部屋でした。海をテーマにしたお部屋だそうで、お部屋の至るところにターコイズブルーが使われています。すごく可愛いお部屋です。海の絵や写真なども飾られていたり、こういう木の素材のものや木も飾られていて、すごく居心地がいいです。まあちょっと線路が近いので電車の音がうるさいのと、なぜかトイレを流す音がうるさいんですよね。あと日本の部屋あるあるかなと思うんですが、外国人の体格が大きい人にとってはちょっと小さいかもしれないです。今回付き合っている彼と一緒に来たんですが、ちょっと頭をぶつけたりしていて大変そうでした。まあその2つが気にならなければ、ぜひこの Airbnb もチェックしてみてください。この Airbnb では自転車も借りることができます。自転車に乗れば海まで5分以内で行けるので、アクセスが最高にいいです。まあ10分ぐらい歩けば江ノ島もすぐそこに見える距離なので、アクセスもいいです。実は藤沢市の方には昨日着いていて、昨日すでに海で夕日を見ました。私夕日を見るのが大好きなんですよ。昨日の天気はまあまあ良くて、夕日も綺麗に見えて感動しました。この動画では江ノ島、鎌倉を楽しんでいる様子を皆さんにシェアしたいと思います。この動画でも日本語を少し教えたいと思っているので、日本語を勉強している人はぜひリスニング練習に使ってください。それでは行ってきます。始まりました江ノ島、鎌倉の旅。今回は4泊5日で楽しんできました。さっきも言いましたが、この Airbnb には自転車を貸してくれるサービスがあって、せっかくなのでこの日はサイクリングをしながら鎌倉の方に向かいました。海を眺めながらのサイクリング、最高！これが10月なんて信じられないほど暖かくて、天気も良くてラッキーでした。鎌倉に行く途中に有名な場所に寄りました。ここ何で有名な場所かわかりますか？そう、アニメスラムダンクのオープニングに出てくる踏切です。はい、ここで私が教えたい日本語、邪魔。この男の人、ちょっと邪魔ですね。それをしたいのに人がいたり、物があったりして、それができないとき、その人や物を邪魔と言います。この男の人、せめて電車が通り終わるまで動かないでほしかった。まあそんなルールはないので仕方ないんですが、まあこの動画を見ている人に邪魔という日本語を教えられたので、よしとしましょう。皆さん覚えましたね？邪魔。マイナスな言葉なので気をつけて使ってください。ちなみにスラムダンク、私は見ていません。サイクリング再開。この綺麗な海がさっきのモヤモヤした気持ちを消してくれますね。モヤモヤ、気持ちがすっきりしない、気分がちょっと悪くなるという意味です。ちょっと可愛い言い方です。鎌倉に到着。30分ぐらいで着くかなと思ったんですが、結局1時間ぐらいかかりました。鎌倉大仏の周りにはお土産屋さんや雑貨屋さん、食べ歩きできるお店がたくさんあります。この日は10月だったのに
まだまだ暖かくて、サイクリングで疲れていたこともあって、アイスを買いました。I wanna buy. Let's go. ラムネ味のアイス、すっきりしていて美味しかったです。ここで一つ、鎌倉大仏を見に行く皆さんに伝えたいこと。現金を持って行ってください。鎌倉大仏のチケットを買おうと思ったんですが、現金のみでした。現金を下ろすためにコンビニに行ったんですが、そのコンビニも近くはなかったんです。ちょっとめんどくさいと思ってしまいました。こんなに観光客が来るところなのに、早くカードか IC カードで支払えることを願います。そんなもやもやした気持ちを消してくれる大仏様がこちらです。今から770年ほど前、1252年に建てられたとのこと。この地域を自然災害から守ってくれるよう祈りが込められていたり、当時の幕府の権威の象徴として、人々の心の支えとして作られたそうです。穏やかな顔をしていますよね。私も穏やかな心を持ちたい。ここで御朱印をもらうことができます。御朱印はその場所を訪れて参拝した証にもらえる印のことです。大仏様を拝めて心が清らかになった気がします。多分。話は変わりますが、なんとミスユニバースっぽい皆さんが鎌倉大仏を見に来ていました。綺麗！足が長い！お客さんたちもざわついていました。ざわつく。みんな落ち着かない様子。声や音がうるさくなるという意味です。綺麗な人たちのおかげで心だけでなく目も癒されました。鎌倉からそのまま江ノ島へ向かいました。江ノ島に入ってすぐの道にはお土産屋さんやレストランがずらーっと並んでいます。ここでタコせんを食べました。タコのおせんべいです。このプレスしている音聞こえますか？タコの叫び声みたい。機械でチケットを買ってカードと交換して、それをまたタコせんと交換。途中でカードと交換する意味はあるのか謎でしたが、タコせんは美味しかったです。大きいし固めだし水気がないので唇に結構刺さります。唇が乾燥気味の人は注意です。江ノ島の頂上まではエスカレーターでも行けるんですが、私たちは歩いていくことを選びました。この人、私の彼、私に運動させたがるんです。この江ノ島には江ノ島神社があります。神様にちゃんと挨拶をしました。血の輪くぐりに挑戦。家内安全を願うものです。一礼して左に1回、右に1回、もう1回左に1回回って、最後に輪をくぐります。健康でいられますように。頂上に着いた時、ちょうど夕日の時間帯でした。もうしつこく言っていますが、私の大好きな時間帯。すごく綺麗でした。見えますか？夕日の隣にうっすら富士山が見えたんです。もともと富士山に興味がなかった私ですが、これは感動しました。この頂上で終わりかなと思っていたんですが、江ノ島、実はもっと奥まで行けるんです。階段を登ったり降りたりして、海がすぐそこに見える場所まで来ました。もう少し早い時間に来れば、
洞窟の中にも行けるらしいです。結構急な階段も多かったので、ここまで行く人は覚悟が必要です。帰る時には足がガクガクしていました。ガクガク、寒さや疲労で体が震える様子を言いたい時に使う言葉です。江ノ島を離れる時には周りはもう真っ暗でした。おはようございます。藤沢江ノ島3日目。今日は午後から私仕事があるので、午前中だけ遊びに行きたいと思います。遊びに行くと言ってもちょっと仕事しにカフェに行くだけなんですが、今日も楽しんで生きていきましょう。靴を脱いで2階へどうぞ。ここは普通のうちの2階をカフェとして使っているようです。アットホームなカフェ。アットホーム、自分の家にいるようにゆっくりできる様子という意味です。カフェの中、おしゃれすぎる。自分の家があったらこんな感じの空間にしたい。これ階段になっていて、ここの上にもスペースがありました。こういうインテリア、建築のデザインを見るの結構好きです。ちなみにここはコワーキングスペースとしても利用できるようです。カフェラテを飲みながらちょっと作業をしました。これは iPad で動画のサムネイルを作っています。サムネイルにもこだわっているので、ぜひチェックしてください。この時の私、この iPad が古いことをアピールしています。この iPad は5年前ぐらいに買って、それからずっと使っています。買い替えようかどうしようか1年ぐらい悩んでいました。実はこの旅行の後、誕生日に彼から新しい iPad をもらいました。今は新しい iPad でサムネイルを作っています。ありがとうね。カフェを出て海の方へ散歩に行きました。この帽子、新しく買いました。さて、これは何のマークでしょう？正解はミッキー。わかった人はぜひコメントしてください。江ノ島の街、好きになりました。サーフィンをしている人、砂浜でスポーツをしている人、犬の散歩をしている人がたくさんいて、人生を楽しんでいる人をたくさん見ることができました。そんな人たちを見ていると、私も人生を楽しもう、頑張ろうという気持ちになります。海でそんな人たちを見ながら、私は皆さんのコメントを読んでいました。皆さんいつも嬉しいコメントありがとうございます。教師としての仕事も忙しくて、コメントの返信ができないんですが、いつもちゃんと読ませてもらっています。ありがとうございます。いいね、グッドボタン、チャンネル登録をしてくれている人もありがとうございます。来年はもう少し皆さんと交流できるようなことをしたいと思っているので、ぜひこれからも応援お願いします。おはようございます。藤沢江ノ島4日目です。今日の午前は結構雨が降っていて、どこにも出かけられなかったんですが、午後雨が止んでちょっと青空が見えるので、どこかに出かけようと思って出てきました。でも今日も夕方にちょっと仕事があるので、ご飯を食べに行って、またちょっとカフェに行って作業して家に帰りたいと思います。そんな4日目です。今日の靴下は友達からもらったバナナ。どこにいてもイタリアンやフレンチより中華が食べたくなる私たち。中華料理屋さんを探して行きました。日本のレストランでは冷たい水が出てくるのが普通です。こういうレストランで出てくる水のことをお冷やとも言います。彼にどうして毎回そんなに冷えている水が出てくるんだと聞かれたんですが、いや、私にもわかりません。習慣、文化ですね。逆にレストランで常温の水が出てきたらぬるい、気持ち悪いと思ってしまいます。ここではラーメンと餃子定食を食べました。美味しかったです。
私、食べ物や料理のレポートをすること、食レポが苦手すぎて全然参考になりませんよね。美味しい美味しいしか言っていなくてすみません。この辺にもレストランやカフェが並んでいる通りがありました。カフェに入ってまたまたカフェラテを注文。店内でまだ買えますか？はい。はい。店内のご利用が50分間までとさせていただいてます。はい、わかりました。じゃあメロンクリームソーダ一つと、カフェラテのホット一つお願いします。1260円ですね。はい、お願いします。8000円先お返しと800円ですね。外観も内装も落ち着いていて、ちょっと和風な雰囲気のカフェ。この時計、皆さん読めますか？ He, Who, Me。日本古来の数字の読み方で書いてあります。実はこの旅行の前、お互いの文化や価値観の違いで彼とちょっとギクシャクしていたので、二人の理解を深めるためにコーヒーを飲みながら人生、生活に必要なことについて語りました。ギクシャク、人間関係がスムーズじゃないこと、悪くなることという意味です。I remember you game, sports, travel. I don't like money. So for me, money is just necessary thing what you need to buy food, to buy clothes. But it's not like the main goal in my life to have a lot of money. 人生に必要なこと。彼は旅行、運動、食べ物、ゲーム。私は旅行、コーヒー。あとなんだろうな。私、好きなものは？という質問でも答えるのに困ってしまいます。人生に必要なこと、答えるのが難しすぎます。皆さんだったらどう答えますか？この日の夜、ちょっとレッスンを休ませてもらって、江ノ島のキャンドルのイベントに行きました。ロマンチックな雰囲気と思いつつ、このキャンドルどうやって全部つけたんだろうと疑問に思った私。これ、本物の火ですよね。これを全部手作業でつけていたら、その人たち、お疲れ様です。日本ではいろんな場所で季節に合わせたイベントが開催されているので、デートをするには飽きないです。これは日本のいいところだと思います。このキャンドルのイベントは毎年10月中旬から11月中旬まで開催しているみたいなので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。次の日は名残惜しいですが、朝早く江ノ島を離れました。今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画では結構私の素を出したんですが、どうでしたか？いいことだけじゃなくて、ちょっとマイナスな部分も正直に話しました。そんな素の部分もいいねと思ってくれた人はグッドボタンお願いします。ではまた次の動画で。じゃあね。